皆さん、こんにちは、こんばんはかもしれませんね。マイチューンド RC カーヤワ第4夜は、ポップロッドの話をします。まずね、ポップロッドとは何ぞや、これは何っていうところからまずお話をしないといけません。前回まではですね、あくまで改造車、ベースがある車両について解説してまいりました。今回はですね、そういったね、ホーネットだとか、ホットショットだとか、プラスホッパーといったような、ベースが一切ありません。これ、完全なオリジナルシャーシーです。私が19歳かな、テレビ東京でね、タミヤ RC カーグランプリっていう番組をやってました。当時僕は、スーパーマシーンっていう雑誌で連載を一つ持っていたんですけれども、この番組に何度かね雑誌の企画を兼ねて出場したことがあります。タミヤさんの部品を使って自作車作っちゃったとか、自作車にタミヤさんの部品が使ってあるだけっていうそういう極端な車ですね。でこれどのクラスに出ていたかっていうと、オフロードスーパーストッククラスっていうのがありまして、タミヤさんから出てるモーターだったら何つけてもいいよっていうクラスです。モディファイみたいな感じですね。当時のねタミヤグランプリっていうのは基本的にですね、タミヤさんの部品を使っていれば後の部分がね自作パーツで固められてても、このような形で持ってってタミヤの部品です、タミヤの部品です、タミヤの部品です OK、すごい時代ですよね正直。だからタミヤさんの車に混ざってなんかよくわかんない車が走ってたんですよね当時は。チャンピオン大会っていうのに出まして、それチャンピオン大会って何かっていうと、何回かテレビマッチやるんだけども、それで上位の成績を出した選手を集めてチャンピオン大会っていうのをやってたんです。その出たレースで荒川勉さんって分かるかな、ジョイボックスさんに敗れてしまったんですけれども、2位の成績でねチャンピオン大会に呼んでいただいたんで、ちょっとボディ変えたりとかね、少し荒いところを直したりとかして持ってったら、テレビ東京のねお偉いさんが僕の車見てガラクタみたいだねって言われてちょっとそれで少し気分を害してしまいましたね。そうだよね、タミヤの車じゃないし、しかもよくわかんないむき出しのギアボックスだとかで、それでレースやったらとりあえず勝てたんであれだったんだけれども、前代未聞ですよね。その優勝した車のスローモーションとかでねレースを振り返るんだけども、そういうのが一切なかった。僕の車映んなかったみたいですね。勝った時もね相当嫌な顔してねすごい怒ってるんですよ顔が。ちょっと恥ずかしかったですね。そういう甘酸っぱい思い出も残ってます。この車の最大の特徴、なんといってもねフロントが駆動しているということです。 FF マシーンですね。タミヤ製のオフロードカーで 2WD って言ったらもう例外なく RWD ですね、後輪駆動です。とにかく冬場のタミヤサーキットのそのグリップしなさぶりっていうと、オプションで出てたねピンスパイクタイヤとかね、そういうのもねほぼ受け付けない。ガーって硬い岩盤をかいてイボが減っていくぐらいで、車は前に出ないしスピンしようとするしで、スロットルコントロールでごまかして走らせるしかなかったんだけれども、僕は古くからのねお友達で、今三和電子に、お勤めですけれども、大野君っていうね、大野さんね、大野君じゃなくて大野篤弘さんっていうね方がいらっしゃるんですけれども、その方がねその FF マシーンねオープンレースの方で自分で自作したマシーンで参加されてて、結構それがよく走るということで一回体験操縦させてみたんですけど、まずね何が気に入ったって言って、とにかく開けられるんですよ。開けても開かないで、レギュレーション的にはタミヤさんの部品で固めれば車検は通るだろうっていうことで、FF を作ってしまうと、タミヤさんの部品を使って FF シャーシーに取り組み始めました。
僕はちょっと変わったことをしてたんでね、ラジコンカー雑誌さんの方に書いてくれって言われてましたけれども、ドライバーとしてのね、腕っていうのは大したことはありません。はっきり言って。もう言っちゃうとね、凡人です。で、凡人が何をやれるかっていうと、結局ですね、負けない方法を考えるんですね。勝つ方法よりも、負けないために何をすべきか。それをまず考えて車をいじります。で、路面が第一にね、くせ者なんだけれども、それにも増してね、大変だったのが、メインストレートにね、あるギャップ状のジャンピングスポットですね。大体全開で何も考えないでいくと、吹っ飛ばされるんですよ。突き上げでね、フロントが通過した後、リアがポーンと跳ね上げられて、下手するとね、前転しそうになっちゃう。グリップしない。で、カチカチで、ストレートに変なコブがあって、で、走りづらいタミヤサーキットで、ガンガン開けていければ勝てるんじゃないのってことになって、で、当然ないから、作るしかないんですね。タミヤサーキット専用のそのクラスに焦点を完全に絞った決戦用のマシンっていうことになります。自作車っていうのは結構当時流行ったんですけど、自作改造車ね、キメラみたいなラジコンカーがいっぱい出てはタミヤグランプリに出て活躍して消えていきました。そう、FF マシーンなんかもそうですね。FF はとにかくね、タミヤさんはタイヤの種類が少なかったのと、あとはちょっと路面コンディションが悪い時が多々あったんですよ。タミヤサーキット、オフロードコース、旧のコースなんですけれども、そんな中でね、速く走ろうと思うと、当然、握らないと車は前には出ないから、全開時間がね、なるべく長いマシーンということになると、その FF マシーンですね、リアクみたいにね、簡単にその破綻をきたさないんで、開けてる間は事実安定してるんで、そういった面でのね、アドバンテージがあって、FF マシーンっていうのは、当時ね、いろんなイベントの 2WD クラスに出てきてたと思います。車の性能だけでね、そんなに差がついてしまうと面白くないし、そういうのもあってだと思うんだけども、FF マシーンはね、2WD クラスから締め出されてしまいます。結構ね、短期間だったんだけども、そのオープンのね、レースでは、神田スペシャルとかね、そういう名前を多分、見覚えのある方もね、あるかと思います。で、JMRCA のレースではね、2位だっけ、広坂正美さんを確か追い詰めた成績を出してなかったかな。そういうわけでですね、FF マシーンというのが、当時ね、しばらく流行しました。2WD クラスでは、禁止になるまで。結局、そう、2WD クラスからは締め出されてしまうのと、あとはタミヤさんの方もね、レギュレーションがね、そこまで甘くなくなっちゃって、だんだん自作車とかね、改造車っていうのは姿を消していきます。1号車作った頃はね、そのカーボン板加工したりとかする技術がちょっとなかったもんで、全部ね、ブラック FRP とかで作ってたんだけども、今度はもう自分が作りたいように作ってます。で、使いやすいようにね、いろいろ工夫しています。で、バッテリーね、変えるのもね、こうピン抜いて、ポッとこう、アリゲーターハッチ開けてあると、バッテリーがポコッと取れてくるという、そんな風に作ってあります。バッテリー変えるのもね、簡単だしね、遊ぶ時楽なように、工夫してあります。駆動系の部品だとか、シャフト類とか、そういった部分以外の部品はもうほぼ自分で作っちゃいましたね。これサスアームも、もともとはね、サンダーショットの青い足がくっついてたんだけれども、あれね、皆さんよく知ってると思うけども、すっごいひねれるんですよ。合成も何もあったもんじゃなくて、フラッシュには強いんですけれども、とにかく、ふにゃふにゃなもんで、固めるとどんな動きするのかなと思って、足もね、ポリカーボネートで作ったんですけども、これ 8mm あります。ボディの材質とこれ同じなんで、時々ね、これ、透明なんでね、アクリルじゃないかって言われるんだけども、アクリルと違って非常に粘りのある材質なんで、結構クラッシュにも強いです。で、スペアも作ったんだけど、今まで1本もね、壊してないですね。足は。
な感じです。で、アッパーデッキ、ロアデッキでダブルデッキ構造ですね。で、後ろは、狂わないようにこういうバルブヘッドで挟み込むような形になってるんで、まあとにかくひねりは強いです。でフロントも踏木みたいになってて、サイドのねプレートの方でこのダンパーマウントをがっちりね加え込んでるような形になってるんで、取り付けスパンは短いですけども、手がガタついて、ちょっとまずいことにならないように考えました。こんな感じでね、非常に、頑丈に作ったおかげでものすごい重いです。四駆よりも多分重いかもしれないですね、こっちの方が。重量の方がね結構あるんじゃないかなと自分で思い込んでたんだけど、まあ、実際にはね全然測らなかったんだけど、今日ちょっと測ってみました。そしたらね、7.4 ボルトのリポバッテリー搭載状態で重量がなんとですね 1220g しかなかった。全然軽かったです。思ってたよりも全然軽い車でした。ウィンガーってボディですね。コミックボンボンっていうコロコロコミックのライバル、これの企画でなんかできた、本来ブーメランかなんかにつけるボディらしいんですけれども、まあなかなかレアです。で当時もこれ使ってたんですけども、まあ運よく手に入りまして、で昔そのチャンピオン大会でね、使ったカラーリングと同じもので塗ってあります。まあちょっとねコックピットね塗り分け無視して、まあオリジナルで作ってあるんだけど、まあ、これ当時もそうだったんだけど、まあ、かっこいいかかっこ悪いかはともかくちょっと思い出に残っているカラーリングです。ギアボックスなんですけれども、ポリカーボネート板をね積層して中くり抜いたりとかいろいろして、こんな風に、密閉式のギアボックスになってます。こっちもそうなんですけど、積層ですね。中ねギアが見えると思うんですけど、これオリジナルのマシンでも使ってたサンダーショットのファイナルですね。当時物は手に入らなかったんで、このレイアウトにするときに何のギアがいいかなと思って探してたら TA03、これ作った当時ね TA03 まだ手に入りやすかったんで、コンマ6のねピッチのギアの方が大量にうちにも余ってたんでね、それを組み込んであります。ギア比の方は、まあ、23ターンだとか540モーターでちょうど良くなるように、まあ、テクニゴールドでもですけどね、ちょっとオフローダーにしてはハイギアードなギア比になってます。モーター飛び出させたくなかったんで、すごい詰められるだけ詰めて作ってありますね。デフこれじゃなかったらもっと詰められるんだけども、ちょっと難しいですね。デフの直径がでかいんで。で、アンダーガードはついてません。もうモーターがアンダーガードみたいな感じで、まあ、ぶつけなければね、大丈夫ってことですね。バンパーも何もないけど。本格的なオフロードサーキットでジャンプがあるようなところだとね、これだとちょっと心もとないですけども、タミヤサーキットは、その3連ジャンプと、あと途中のジャンピングスポット以外はね、ジャンプとランプらしいジャンプはなかったんで、まあそれでこんなような形になってます。初代の方ではね、フロントのスキッド角を逆に取って、パワーオンの状態でフロントが逃げないようなスリになってたんだけども、マイナスキャスターなんでね、キャスターブロックが逆の方にはひねれないんで、マイナスキャスターがついてたおかげでね、パワー抜いた時のね、動きがね、ちょっとかなりトリッキーすぎて、操縦しづらかったもんで、本社では少々スキッド角ついてます。あんまり大きくつけちゃうとね、フォトショットとかみたいにフロントがリフトしちゃうんで、パワーオンの時になるべくその姿勢変化少なくなるようにスキッド角は少なく取ってあります。タイルドも3本立つタイルと自作のワイパーで FF のマシンとしてはまあまあ価格は大きい方じゃないかなと思います。そんなには切りませんね、普段走ってて。で長いんですよこの車。もうレギュレーションでホイールベース決まってなかったかな。なんせね280もあるので、自分の作ったバギーの中では一番長いです。長いというか寸法もでかくて、もう幅もギリギリだし、10分の1っていうよりもね9分の1ぐらいのねサイズに大きな車です。3連ジャンプはね非常にいやらしくって、で車を突き上げるような動きをするんですよね。そのままだとね突き上げでね前転しちゃったりとか引かれちゃって大変なことになっちゃうんで、突き上げをうまくいなすように
こういうメカニズムを考えました。コーナーではね、しっかり踏ん張るようになってます。FF、リアがね、踏ん張らないと前に出ないんで、このロールの方は、このダンパー、しっかりと仕事をしています。ロールの際には、この縦のサスペンション一切動かない。左右同時に入力があった場合は、ここの、わかりますかね、ダンパーマウントを逃がすような形で作動します。1号車の方はリアサス全体をスイングアームで釣って逃がしてたんだけども、それをやるとロールセンターがもうめちゃくちゃなことになっちゃうんで、2号車ではダンパーマウントをね、こうやって逃がしてやることになってます。スタビみたいな感じですかね。ちょっと機械式のスタビみたいな形になってます。さっとストロークしないといけない場合に、この縦のダンパーが作動してリアが突き上げにくく3連ジャンプを低く飛ぶという、あんまりこう後ろもこんな太いタイヤ入ってる FF はないと思うんですけども、形的にねちょっと好みなんで後ろ細くしなかったんですよね。タミヤサーキットの方ではそうなった車はだいたいその4輪駆動とペースがそう変わらないっていうペースで周回できてます。というのはやっぱりジャンプね、すごい飛びやすかったんですよ。ただ握ってるだけでね、ポン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 こなしてってくれて、ギャップかなぐらいの感じで。で、他の車ね、そこで吹っ飛んじゃったりとかもするんで、結構効いてたと思います。モーターの方はね、当時、外側っていうか外見がタミヤ製のモーターであればですね、中何してもよかったんですよね。中はね、前回ホットショットの時もね、ちょっとお話しした新川立花さん、立花隼人さんっていう人に、テクニゴールドベースで、ちょっと 2WD 用の速いモーターが欲しいってお願いして、2WD の速いステップのモーターを出してもらったんですけど、これ本当速くて、本当に、びっくりするぐらい速くてですね、ちょっと展開忘れちゃったんですけど、チャンピオン大会の当時の映像とかも僕何にも持ってないんで、ちょっとわかんないんですけど、だって他の人かわいそうなけど、これ握ってるだけでコース回れるんで、ハンドルあとは左右に切ってるだけで、あと車が壊れなければ、トップゴールは当然ぐらいの性能差がありました。最終的に、そんなこともあってね、今みたいなレギュレーションになっていくんだけど、こんな車もあったよねって感じで思い出していただけると幸いでございます。でも自作車ってね、いいですよ。もうとにかくね、自分がね、考えた通りに車を組んで、で、その走りを楽しめるんだから、もう本当、ある程度ね、改造とかのスキルができたら、取り組んでほしいなって思います。その改造パーツだとか、そういうのを作っていた、そのノウハウを、シャーシーの各部品の、その規格について明るくなっています。ある時点でね、これだったら、もう自分で車作れるんじゃないっていうくらいになる時期が多分来ます。だってこれ誰も持ってないもんね。で誰も持ってない車も作れるのが自作の醍醐味です。売ってない車、作ってみてはいかがでしょうか。ということで今日のところはこれにて失礼いたします。ご覧いただきましてありがとうございました。